皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語ネイティブの私が日本語学習者さんに向けてわかりやすい日本語でお届けしているポッドキャストです。はい、皆さん今日も元気に日本語を学習できていますか？夏暑いですが体調を崩さないように日々過ごせていたらいいなと思います。はい、今回の動画なんですが、日本語を日本人みたいにペラペラと話したい方に向けてお話をしていこうと思います。特にアニメが好きでよく見ている方、アニメっぽい話し方になっているなって思ったことはありませんか？気づくかな？私は日本人で日本語学習者さんとたまにお話をすることがあるんですが、人によってはこの人はアニメで日本語を学習したんだろうなって思うような、そういう話し方をする人がいます。それが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、やっぱり日本人はアニメみたいには話さないんですよね。あるいはアニメとは関係なく日本語をもっとスラスラ話したくって悩んでいる人もいるかもしれません。今回はそういう日本のネイティブみたいに話をしたいって思ってくれている人に向けて具体的に何をすればいいかっていうお話とか注意点っていうのをお伝えできればなと思います。そんな風に今お話をしている私なんですけど、日本語ネイティブで日本語が母国語です。なんですけど、実は日本語を話していてうまく話せないなーってもやもやしてしまうことがあるんですよね。もやもや。以前の感情のオノマトペでご紹介した言葉ですね。忘れちゃった方とかいたらぜひ見てみてください。はい、もやもや。例えばなんですけど、友達と会って話をしているときにうまく話せなかったなーって結構落ち込むことがあるんですよ。っていうのも私は家でお仕事をしているんですね。会社に行かないんですよ。だから一日中人と会わずに家で仕事をすることも多いんです。少ない日だと1週間に1回しか友達と会わなくて会話をしないっていう時もあるんですよ。それでちょうど先日すごく久々に会った友達がいるんですけど、会話中に本当に言葉が出てこないんですよね。私結構もともと早口ですごいいろんなことがペラペラと出てくるタイプだったんですけど、今はもう全然言葉が出てこなくって話すのも結構ゆっくりになったなと思います。そうやって言葉がうまく出てこないな、反応がうまくできないなって思ってたら、友達にどうしたの？今アニメみたいな話し方してたよ。アニメの見過ぎじゃない？って言われたんですよ。でちょっとこれはびっくりして、いや全然アニメみたいに話すつもりなかったけど、最近誰とも話さない日でもアニメは見てたりするから、確かに頭の中がアニメっぽい発想になってたりとかするんですよね。すぐに出てくる話し方がアニメみたいな。これはちょっと自然な話し方じゃないから、私はもっと人と話した方がいいかもしれないって思った瞬間でした。はい。でもここで気づいたんですけど、このうまく言葉が出てこないって感じる時の感覚って、私が英語をうまく話せないなって感じている時と結構似ているというか共通点があるなと思ったんですね。日本語学習者さんが日本語をうまく話せないなって悩む時と多分同じだと思うので、今回はこういう自分の実体験を踏まえて具体的な解決策をご紹介しようと思います。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい。でまず一つ目なんですけど、一番大切なことをお
お伝えします。それは、話すことに慣れることです。これはね、もうかなり基礎的なお話なんですけど、これをね、やらずに日本語がペラペラになった人を私は知りません。まだ見たことがないんですよ。話そうとしないで話せるようになるっていう人ってほとんどいないと思います。もしかしたらね、皆さんは今日本にいなくて日本語を話す機会があんまりないとか、そういう人もいると思うんですけど、やっぱりできれば直接人と話をするのが一番いいと思います。でもね、かといって毎日毎日日本人と会話をする機会なんてないよっていう人もね、多いと思うので、そういう時には真似をする練習をするのがおすすめです。はい、これが2つ目なんですが、これね、めちゃくちゃ大切です。要はシャドーイングです。日本語ネイティブの人の言い方をシャドーイングで真似てみるのがおすすめです。私の動画ではこれ結構出てきてるんですけど、シャドーイングっていうのは、例えばね、私がこうやって話してますよね。これを真似して後から言ってみる。そういうのをシャドーイングって言います。同じことを同じテンポで、同じ速さで、同じイントネーションで話してみる。これがシャドーイングです。はい。でね、これ、アニメが好きな人、あるいは日本のドラマが好きな人は多分、この日本のね、アニメのセリフとかドラマのセリフっていうのを使ってシャドーイングしようと思う人もいると思うんですよ。でも、これはね、あんまり実はおすすめしないです。やっぱり、こういうのってね、セリフチックになりすぎちゃうんですよね。セリフ、そういう風に言うように決められて、そのセリフを言ってますよね。例えばなんですけど、私の大好きなアニメに、僕のヒーローアカデミアっていうのがあるんですね。で、それは名前の通り、ヒーローがたくさん出てくるアニメなんですけど、その中に出てくる最強のヒーローのセリフで、もう大丈夫。なぜって、私が来たっていうセリフがあるんですよ。これね、すごくかっこいいセリフなんですね。でもね、この言い方って現実では絶対しないと思うんですよ。どういう状況でこのセリフを言いますかっていうお話になっちゃいますよね。他にもジブリの映画で千と千尋の神隠しっていうものがあるんですけど、すごくね、有名な映画です。この映画の中のセリフで、例えば、ありがとう。でも私行かなきゃ。はい。このセリフね、作品の中ではすごく自然なんですよ。でも、こういう言い方をするときって、現実世界ではほとんどないんですよね。私行かなきゃってすごくドラマチックに聞こえるんですよ。日本語のね、文法としては変じゃないと思うし、皆さんにとってはなんでって思っちゃうかもしれないんですけど、やっぱりね、そこがポイントなんですよね。私行かなきゃって聞いて、アニメっぽいんだなってやっぱり最初は気づけないと思うんですよ。でも日本人が現実世界でこれを言ったら、すごくドラマチックに言うじゃん。一体どこに行くの？大丈夫？そういうね、印象を受けちゃうんですよ。アニメってね、日本語に耳を鳴らすっていう意味ではすごく便利なものだなと思うんですよ。すごく面白いし、私も大好きなんですけど、やっぱりそれを現実世界で言うと、ちょっとアニメっぽすぎるっていう言葉は本当に多いので、これをね、シャドーイングして言えるようになってしまうと、逆にちょっとアニメの中から出てきた人みたいになっちゃうかなと思います。だからね、今回のテーマの自然な日本語を話すっていうことに力を入れたいんだったら、やっぱりせめてドラマを選ぶ。あるいはできればこういうね、ポッドキャストを選ぶのが私はおすすめかなと思います。私自身も言語学習をするときには
こういう感じのね、なんかドラマとかよりもポッドキャストとか、Vlog とかそういうのを選んで見ています。そうで、実はね、以前このチャンネルにもコメントをいただいていて、それがこのチャンネルをシャドーイングに活用していますっていう方がいたんですよ。もうね、すごく嬉しかったです。ちょっとね、恥ずかしいですよ。私みたいに話をする人が増えたらちょっと恥ずかしいなって思うんですけど、でもやっぱり嬉しいですよね。はい。なので、本当にありがとうございます。ぜひね、このチャンネルもちょっと早いって思う人も多いかもしれないんですけど、チャレンジできるところは、シャドーイングに活用してみてほしいなと思います。やっぱりね、アニメしか見てなくて、アニメしか知らないってなると、それ以外の日本語を知らないから話せなくって当たり前なんですよね。だからできるだけいろんな人の日本語に触れてみる。アニメもいいけど、こうやってポッドキャストとかもね、聞いてもらって、もっとね、いろんな日本語になれるっていうのはとてもいいことかなと思います。はい。で、それができたら、もうとにかく話すこと。たとえ話す相手がいなくても、一人でもいいから話をする挑戦をすることですね。それがおすすめです。これが3つ目かな。そうやってね、独り言でもいいから自分で話をするっていうことをすると、口がその日本語のね、動きに慣れるんですよね。言語が違うと、口の筋肉とか、唇の動かし方とか、そういうものが違うのが当たり前だと思うので、だからこそね、口に突然、この違う動きをしろみたいに言っても、できないよってなっちゃうじゃないですか。だから、普段から口に日本語を話す機会を与えてあげる。そうするとね、耳も慣れると思うんです。自分の日本語に耳が慣れる。そうやっていくうちに自然と話すときに自信も生まれてくると思います。で、独り言の延長線として私はおすすめしているのは4つ目、日記を書くことですね。はい。私はね、英語を話すときに感じるのが、聞けるし読めるけど話せない。そうやって悩むことってあると思うんですね。私もやっぱり英語を話そうってなると、それがね、難しかったりします。で、たくさんね、文法を勉強しているし、ポッドキャストを聞いて、耳をね、英語の音に鳴らしたりとかしてるのに、それでも話せない。皆さんの場合は日本語ね、話せない。でもね、こういう時って、頭の中では、すごく上手に会話ができてるんですよ。頭の中の自分はスラスラ話せてるんです。なのに口に出そうとするとうまくいかない。これってね、やっぱり文章を作ることに頭が慣れてないからだと思うんですね。特に日本語と文法が違う国、全然違う言語を話している人にとっては、文法を考えながら単語も考えて言葉にして会話をするってすごく難しいことだと思うんですよ。だからもうそのね、文法になれる。自分が瞬時に文章を作ることになれる。そういう練習が必要だから日記はすごくおすすめです。日記を書くと自分が言いたいことを言えるかなっていうのを確認できるんですよね。で、しかも言えないなって思ったら調べて書くこともできますよね。だからこれって本当にいいアウトプットの練習だなと私は思います。で、おすすめは手で書くことですね。今パソコンとかでもスラスラとね、日記が書けると思うんですけど、おすすめは手書きです。なぜならパソコンだとちょっとね、早く打てるからこそ、頭のね、中で文法が整う時間がなかったりすると思うんですね。でも、手で書くと、ゆっくりだからこそ、
自分の頭で何が言いたいかって考える時間ができますよね。だから考えながら文章を作るっていう練習にね、ちょうどいいかなと思います。書いた日記はね、ぜひ音読をしてください。そうすれば日本語を話すための口の動きの練習になりますよね。はい。ということで、今回の動画では、日本語をね、ペラペラと話したい人、アニメっぽくなく、ネイティブみたいに話をしたいと思っている人が、どうすればいいかっていうお話をしてみました。でもね、もしうまく話せないなって思っても、落ち込む必要はないなと思っています。うまくね、話せないなとか、難しいなっていう風に感じちゃうのって、やっぱり前進している証拠だと思うんですね。だってうまく話せないのに、下手でもいいやって思ってたら悩まないじゃないですか。悩まないけど、だからこそ上達もね、しないから、レベルもそこでストップしてしまうと思うんですね。だからこそ、話すのが難しいなとか、壁があるなと感じている、っていうことは、もっと上に行こうとしているっていうことだから、それってね、やっぱりポジティブに捉えていいっていうサインだと思うんですね。だから落ち込んだ時には、落ち込んでる、ラッキー、もっと上達するぞ。そういう風に思えるといいなと思います。そうやってね、その落ち込みもパワーに変えて、日本語学習を楽しんでもらえたらいいなと思います。それだけね、辛抱強い人だったら前進する力も持っていると思うので、ぜひ成長を楽しみながら続けてみてください。ということで、今回の動画面白いと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とぜひコメントで応援をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。やばい。めっちゃ汗かいてる。暑い。皆さんも体調崩さないように頑張って気をつけてくださいね。ちょっとこの動画終わったから冷房が効いてる部屋に行きます。またねー。